自分の心を深く理解し、ありたい状態に自分自身で近づけることができる未来。ムーンショット目標9では、2050年までに心の安らぎや活力を増大することで、精神的に豊かで躍動的な社会の実現を目指す。これまで解明できなかった心の領域に科学で挑むのは、ムーンショットの研究者山田博。研究はすごく端的に言うと、脳の働きが特に自分が心地よいって感じるとか、あとそれから悔しいって感じるとか、心そのものの中でも特に何が好き嫌いっていうことを調べてます。その一番基礎となっているのは脳の神経細胞一つ一つの活動になります。実は脳にはだいたい100億個以上の神経細胞が1000分の1秒の単位で活動が無数に起きています。独立に別々に働くのではなくて、活動をお互いに伝え合います。今測定できるのはわずかです。もし何十年後に全ての神経細胞を同時に何百億個の活動を1ミリ秒の時間精度で、かつそのつながりまで捉えたら、そこにどんな心のしての変化が脳の活動として備わっているのかっていうのが物質として定義できます。じゃあ心って何なのっていうことを最終的には多分世界的に誰かが証明できるのではないのかというふうには思ってます。実験動物倫理をすごく厳重に管理した上で、最も人に近い実験動物のマカクザルと呼ばれる種類の猿に、協力してもらって、そこで脳に神経細胞の活動を記録するためのデバイスを挿入して、その脳の活動を捉えるということを行います。ただし大切なことは、人は人、猿は猿です。人の幸せっていうものを猿から理解するかっていうことは現在まだ誰もできていないことですけど、挑戦していくことで、将来的にはいろんな人の価値観を生み出している脳の仕組みっていうことを、一つ一つ、明確に理解していく。個々の人が自分の幸せを実現できる社会っていうのがすごく大切だと思います。そのためのムーンショットであるべきかなというふうに思ってます。ニューヨーク時代では2年半の間研究だけをする日々を過ごしていました。経済学と呼ばれる、古くからある学問の観点から人の行動を理解する、人個人個人を理解するっていう研究者と一緒になって同じ研究室の中で、私は神経科学をするっていうことをしていました。神経経済学、行動経済学と呼ばれるような、学問の枠組みと神経科学をまさに融合して新しい学問分野を作るっていう、その現場にいたわけです。社会科学と自然科学の融合はもうとてつもなく簡単ではない問題です。自分の理解できることってわずかこれぐらいのちっぽけなものなんだけど、その2つを合わせるとこんなに大きな新しいものができる。そういうような学際的な研究、神経経済学を一緒になってしたことが、僕の多分研究の価値観を大きく変えていると思います。研究者の言葉の中に巨人の肩に乗るっていう言葉があるんですけども、それはすごく大切な言葉で、必ず前人たちがいて、その前人たちが成し遂げたことと何が違うか、そこから何の上積みをできるかっていうことを、自分の研究に関しては誇りを持ってこう正しいですよっていうことを言えなければいけません。生涯生きている間にできることっていうのは限られているので、じゃあ本当に面白いことって何だろうっていうものを突き詰めて、巨人の肩に乗るっていう努力をして、いろんな知識をいっぱい勉強して、その上で新たな世界を切り開くっていう営みをもう365日続けているので、一歩一歩頑張るっていうことがすごく大切かなというふうに思います。